皆さんこんにちは。今回もロックマンエグゼの新作に関する動画やっていきたいと思います。これまでロックマンエグゼの新作について妄想ダダ漏れの動画を3作上げてきましたが、それぞれ皆さんたくさんのコメントいただきありがとうございました。形は違えどロックマンエグゼに対する希望を持っている同志の方たくさんいるということがよくわかりました。それらを総合して思ったことがあるので、今回はそれをお話しさせていただこうと思います。はじめに説明しておきますが、この動画はロックマンエグゼ関連の商品の販売を示唆するものではありません。一個人の意見として発信しているものになりますので、あらかじめご理解のほどよろしくお願いします。ちなみに背景映像はリメイクっていいなという希望のもと入れさせていただいているものです。ロックマンエグゼとは直接関係はありませんが、いいなと思って入れさせてもらいました。さて本題ですが、これまでいただいた意見を総合して至ったロックマンエグゼ新作希望への結論。みんなが欲しいのはオンライン対戦機能付きの任天堂スイッチ移植作品ですよね。もしくは原作の要素を限りなく削ぎ落とさずにキープしたリメイク作品。もちろんこれもオンライン対戦機能付き。これがロックマンエグゼの新作として一番求められているものだと感じました。様々な意見をいただく中、この結論に至るにあたって一つの共通意識を見出しました。それはやっぱり原作を少しでも崩したくないという意見ですね。言うまでもないことですが、シリーズ最新作が出るとなると、やはりそれまでのシリーズの歴史を保ってほしいと思うのは自然ですよね。そしてロックマンエグゼはひときわその傾向が強いと感じます。というのもロックマンエグゼのシナリオは6で綺麗に完結しているという意見が圧倒的に多いです。僕も同じように思います。15年越しに続編にあたる7を望む声ももちろん多いですが、出すのならば6からいかに納得のいく形で続くのかというところを重視する声が多くあるように感じました。下手に新作を出すのは怖い、綺麗に完結したシナリオが打足的に続くのはあまり望ましくないとつながるのにも納得できます。とはいえ令和のこの時代にロックマンエグゼがやりたい、 GBA のソフトや WiiU は手に入れづらいという方々がいるからこそ、オンライン対戦機能付きの任天堂スイッチ移植作品が強く望まれているのだと思います。スイッチでの登場が望まれているのは任天堂機器の流れからそのまま出すのが自然だからでしょうね。原作の持ち味は変えず、それでいて現代でも通用する秀逸な対人バトルシステムを手軽に楽しみたいというユーザーの声が今かなり広がりつつあります。そして全てのナンバリング作品が欲しいのでコレクションを出してほしいという声もとても多くありますね。それに続く形でリメイクを希望する声も多いです。そしてリメイクするのであれば極力原作の良さを削ぎ落とさないものにすること、これが絶対条件であるという声が多い印象でした。今日昔の作品のリメイクが数多く世に出ており、いずれもユーザーに快く受け入れられている例が多くあります。しかしもちろん全てが手放しで良いと捉えられているわけではなく、リメイクを警戒する声も上がったりしています。だからこそことロックマンエグゼにおいては完全新作とは別の角度でリメイクに対して警戒している面もあるのだと思います。もちろん警戒イコール否定ではないことも理解しています。さらにリメイクを出すのであればどのナンバリングを出すのかという意見もあると思います。これに関しては 1,2 年のペースでナンバリングの順番でリメイクを出していくというのもなしではないのかなと思います。某ポケットのモンスターのようにリメイクするとなるとグラフィックや音楽のアレンジなど気になる点は多々浮かぶと思いますが、そこは今回は割愛します。とにかく出るなら移植はリメイクというのが最善なのかもしれませんね。余談ですが物語の過去編として完全新作を出す線も大いにありだとも思っています。ちなみに今流れている背景の映像はあくまでいいなと思って挿入しているものです。これからするお話には全く全然関係のないものです。ロックマンエグゼで言えば5のパストビジョンに関するストーリーとかが該当するのかと。パストビジョンとは昔の現実世界をデータ化し電脳世界に保存した空間というものですが、その時のストーリーを再現するとかですかね。もちろんやるとすればしっかりとシナリオを組む必要があるので簡単に出せるものではないとも思いますが、
実際に完成すれば熱いとは思いますね。以上、ロックマンエグゼ新作の結論らしきものを勝手に語る動画でした。ロックマンエグゼ生誕20周年まであと1ヶ月を切りました。果たして何かしら動きはあるのか、引き続き期待しましょう。もしよろしければ動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。